こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、無事にエンダーチェストの中のダイヤを取り出せて、ダイヤ装備を整え直しました。そして山岳に場所を移し、ブランチマイニング開始しようというところです。結局テリーはいつも掘ってばかりなのよね。とんでもない。こちらの企画の方ではかなり久々で、プレイ時間で40時間ぶりくらいです。さて、最初の1周ぐるっと掘った内側に拠点を築いてしまいます。もはや手慣れた作業です。つまりワンパターンなのね。で、今回の工夫はズバリ床下収納です。この狭い空間を有効に活用します。わあすごいわねー。真の工夫はここからです。実はチェストって、一辺1メートルに満たないんですよね。原理的には真上に重ねても下のチェストを開くことができるはずです。よし、予想通り。でも、密かに使いにくくない？ここを掘っておけば。通るたびに足を引っ掛けそうなんだけど。というわけで、このようになりました。真の工夫はどこに行ったのかしら。なんとこれなら足を引っ掛けずに済むんです。さて、アイテム整理は一段落したので、次はエンチャントスペースの整備に取り掛かります。ここでも驚くべき一工夫が。いえ、エンチャント台は息抜き企画で作ったそのまんまです。なんという思考の節約なのでしょう。それにしても、なんか雲とかゾンビとか騒がしい拠点です。モブが近くだとそこのベッドで眠れません。次がドロップ増加3だったのか。さて拠点はこのくらいにして風車型再開したのですが、一歩目から溶岩に悩まされています。ひょっとしてとんでもないところに拠点築いちゃった？いざとなれば取り除けば、それにしても近いです。まあひとまず、どこまで溶岩が迫っているのか確認してみようと思ったのですが、2箇所も開けるともうお腹いっぱいです。で、それ以上調べるのをやめました。時間の節約です。死んだらすごい時間ロスになるけど。死ななければいいんです。さて今置いたかまどの左を少々掘ったら、早速ダイヤが出てきました。唯一ダイヤ運だけはいいのね。で、今回のブランチマイニングではシルクタッチで採掘し、後で使う分だけ幸運3でばらします。そういえば鉱石集めるとか言ってたわね。ちなみにどれだけ各鉱石の数が必要かというと、まだ一概に言えません。でも目安の話なら可能で、湧き潰し用に配置する光源ブロックを除くと、建築材が100個以内で済むブロックはたった10種類なんです。で、密かに上のクエスチョンの4箇所はビーコンピラミッドにしたい気もするのですが、これやってしまうとエメラルド鉱石が最低52個必要です。52個ならテリーなら余裕じゃないの？まあ、建築系の企画ですので頑張って掘るのを自粛する所存です。さて、レールを敷くためのスペースを、溶岩が出ないかとコワゴワ掘り広げているのですが、幸いなことに出ないです。どうも雰囲気的にはこの真上の洞窟は石1枚挟んで平らのようです。ひょっとするとすぐ上に廃校通路があるのかもしれません。そういえば廃校近かったわね。さて次が3周目。溶岩は一段落した模様で、やっと手間のかからないエリアを掘れそうです。鉄鉱石もシルクタッチでって今は防具にエンチャントがないので、クリーパー2体以上だと割と死ねます。3体いるからバッチリね。安全なところで出くわしてよかったです。さてクリーパーを対処し終わり、かまどから東に進もうとしたところで、めっちゃクリーパーが見えてます。水流で流されるときついわね。水中歩行付きのブーツをせっかく持ってたのに、ネザーの油断が尾を引いています。あ、クリーパーが逃げた。突入しづらくなったじゃないですか。水頑張れ超頑張れ超頑張れ。さて、山岳生物といえばシルバーフィッシュです。
でも採掘用ツルハシなら一瞬で見分けがつくので、対処に全く困りません。逃げられているじゃないの。それから少し掘ったら金鉱石発掘しました。早速シルクタッチに持ち替えてゲットです。またその勘違いしているわね。自分でも不思議です。ちなみに普通のツルハシで回収できることに気づいたのは1時間経過してからでした。さて、まだ周回は3周目なのですが、早くも廃鉱が姿を現しています。この企画では廃鉱必要ないからより近くに現れるのね。もうマイクラだから仕方がないと諦めモードです。さて、ブランチマイニング始めて1時間でやっとエメラルド鉱石ゲットです。えらく時間かかったわね。そこから9分で、やっとラピスラズリ鉱石もゲット。ここまで時間かかってるのは溶岩処理など面倒もありましたが、やっぱり全種類鉱石採掘が大変なんです。それに丸石捨ててないせいで、インベントリがすぐにいっぱいになってしまいます。さてそれからしばらくして、まばらにゾンビが湧いた洞窟を掘り当てました。別々に湧いたのかしら。向こうが繋がってるかも。まあ、溶岩のおかげで私はゆったり弓を構えて戦えます。うわぁフラー。さすがにビビりました。何をやっているんだか。さて、7周まで掘り終わりました。見ての通りでエンダーチェストまでパンパンです。たった7周でこれではきついわね。一気に長距離掘れなくてむずがゆいです。せっかくのブランチマイニングなのに爽快感が足りません。というわけで、アイテム整理に山岳拠点に戻ってきました。拠点の名称を決めたのね。でも、山岳地下拠点じゃないんだ。わざわざ地下という言葉入れる必要がないと悟りました。さて、いくつかチェストを増設し、当分使うのに十分な収納スペースを確保しました。一番手前のは、地上で使うものを入れるのであえて小型にしました。そうでもいいけどゾンビがピンチのようね。すでに何度も聞こえてます。どうも自然のトラップがこの拠点の真上にあるようです。さてアイテム整理ができてきたのですが、モブのせいでまだこのベッドで眠ることができないでいます。なんでかほぼ常に近くに湧いてしまっています。湧きそうまで完備の自然トラップなのかしら。さて、あともう一工夫。この作業台は地面に置いておくには邪魔で、床下収納にすると使うたびに下向かないとならないのでやや不便。よって、螺旋階段の一部にしてしまいます。まあこれはまともな工夫ね。でも、本当はレッドストーン回路使って、ワンボタンでどこからか出てくるようにしたいんです。そのうちやり方を考えてみます。さて次が8周目ですがここで、インベントリを節約し、少しでも長距離を掘る妙案を思いつきました。前に掘ったブロックをトロッコで拠点に送ると言っていたわね。そのやり方より良さげな方法です。さて40分ほど掘って、ある程度エンダーチェストが満腹してきたところです。妙案というのは単純で、かまどもピラミッドの建築材の一つなので現地で作って運ぼう作戦なんです。これで丸石用空きスペースが8分の1に圧縮できます。かまどの必要な数が揃ったら、ドロッパーとか作っていけばいいわけね。さてかまど作戦でガンガン掘っているところで、草を見つけました。しかも豊作、なんと5箇所も生えています。ひょっとしてこれ初笑いなの？いえ、ただの草5つです。さて、草といえば前作高さ縛りの雪辱を果たすチャンス。5つもあれば種くらい出るでしょう。知ってたわよ。さて11周まで掘り終わりました。かまど作戦でもう1周は掘れそうですが、この辺で一旦拠点に戻ります。ぼちぼち岩盤の部屋に畑を作らないと採掘時間がもったいないんですよね。無限水源確保に行きます。でも、地上まで水汲みに行くの面倒よね。水だったら拠点で聞こえていたじゃないですか。
線直下して、廃鉱が即見つかったのはこの企画においてもいくつかの点でラッキーなんです。水が汲めたりスイカ探せたりする以外に、ディスペンサーの材料の蜘蛛の糸だって集め放題なんです。あれ？クリーパー今よ。今じゃないです。今忙しいので構っている暇ありません。さて、クワはあまり使わないので木で作ってしまいます。なんか違和感ありますけど。ダイヤじゃないとしっくりこないわね。さて岩盤の部屋の拡張作業ですが、溶岩に阻まれて広げにくいです。まあじわじわ安全な方向に広げていくしかないですね。かぼちゃの種がまだ少ないので焦ることもないでしょう。さて今回はここまでです。地図はほんのり丸みを帯びた正方形になってきました。ところで、どの程度までブランチマイニング続けるの？当初は採掘用ツルハシを2本新調し、防具のエンチャントが一通り揃うくらいと考えていました。でも、花崗岩などが揃ったら中断して、ピラミッド15層目から積みに行くのもありかなと思ってます。捨てれるブロックが増えるとブランチマイニングが楽になるんですよね。そっちが目的なんだ。それではまたね。バイバイ。